結局俺しかいないでしょっていう、大晦日なんで、格闘技を盛り上げるために、出場することを決めました。視聴率一番取れるの絶対俺だし、他の格闘家はほとんど盛り上げようとしてないじゃないですか。おめでとうございます。なんか盛り上げるとか言ってんのは偽善者だとか言うやついますけど、それって多分自分ができないから言ってるんですよね。リミット66キロライジンフェザー級ライジンミクル級タイトルマッチ。ありがたいと思うよって思いますけど、俺と試合組まれて。テイクダウンかついに倒したおい左これがあったミクのパンチも入っている。膝がガクッと石を落ちる。斉藤も入ってる。アッパーだ左連打入ってる。斉藤も入った。来たなんとユニバスディシュの3人が斉藤に勝つ。マジか。なんか全力出し切ってなかったと思うんですよ、3ラウンド以外。試合終わって全然息も切らしてない自分と、すごい疲れてる斉藤選手、それでも自分が負けているっていう、そこに後悔が残りましたね。皆様ごきげんよう。試合で負けるのがマジで久々なんで、なんか嬉しかったっすね。やっぱ格闘技奥深いなって、総合格闘技。悔しくないわけないでしょみたいな。こんだけ格闘技に奥が深いとか、格闘技に対するモチベーションが上がるんで嬉しいって言ってるんですけど、それをなんか理解できないやつが多いんで、そういうのは別にアンチとして燃えてくれればいいかなっていう、それでいいんですよね。でも格闘技ってこういうもんじゃないですか。これも醍醐味じゃないですか。平本君と何でしたっけ、萩原君でしたっけ、あいつらも弱いけど盛り上げてるじゃないですか、しっかり。そういうのもいいと思いますよ。プロだなって思いますね。なんかもっと強いけど、なんかこの間の斉藤選手みたいな選手もいいけど、じゃあ斉藤選手が次誰かと試合して観客埋まるんですかって話で、結局集客できるやつが一番偉いんですよね。それでいて強ければ文句なしなんで、とりあえずやり返したいですね。根本的に判定まで行くこと自体がっていう話なんで。最後に行くの楽しそうだったね。そうですね。あの方がやっぱ楽しいですよね。こう悟りを開くんですよね、打ち合いの時って。それを最初から出していったらもっと楽しいなって。なんかもう1ラウンドで終わりのような戦い方をしていこうかなと。狂気的な自分に戻ろうかなっていうか、喧嘩の頃の。良くも悪くもやるかやられるかの試合をしようかなと、これからは。朝倉未来選手が、絶対に落とせないというところで、自分みたいなただ格闘技を習ってるだけの会社員を選び出していただいたという素晴らしいリスクマネジメント能力によってここに座っておりますので。客観的に見ると、やっぱり今まで積み重ねてきたものって考えると、朝倉選手の方がやっぱり格上っていう見方は当然だと思います。ただ自分はその格上の相手に勝つためのスタイルっていうのを一つ作っているので、そこはもちろん肉薄できると思いますし、もちろん上回ることも、その試合の瞬間であれば上回ることはできると思っています。会社員が勝った方がロマンがあるんじゃないですか。やっぱり考えることをですね、勝つためのスタイルっていうのを作っていく必要があるかなと思っていて、そのために自分が一つ回答として出しているのは、他にいないスタイルを貫く、対策もされづらいですし、もちろん大物食いもしやすい、そういうスタイルになっていると思うので、そこを目指して今までずっと歩んできた感じですね。
自虐かなんかわかんないですけど会社員だとかなんか言ってるんですけど、俺の方が多分忙しい中で格闘技やってるんで、どちらかといえばね。舐められてますね生贄です。生贄は生贄なりにまだ生きてるんで噛みつき返したいなと思ってます。早い段階で喧嘩できればいいかなと思ってるんで、たまには喧嘩させてください。お願いします。やっぱり喧嘩はそんな強くないのかなって感じしますね。朝倉選手が得意なのは街の喧嘩、立ち回りが重要な喧嘩だと思うんですよ。でただ自分が得意な喧嘩っていうのは格闘技での喧嘩、近距離でパンチ振り回して、その中で相手にしっかり当てることができるかっていうところの喧嘩を自分は得意としてると思ってるので、そこの喧嘩の違いを出せたらいいなと思ってます。期待はだから一回裏切りましたよ。そうですね。何してくれてんのミクル。確かにあれですよね、面白くなりましたね。でもそれでも期待してる人たちに見せる試合ですね、今回は。やっぱ精神面が一番大きく変えると思うんで、人をそこを見てもらって今後の残りの俺の格闘技人生に期待を持ってもらいたいですね。秘策はもちろんあります。個人的な意見なんですけど、カリスマって負けが込んでからこそ色気が出ると思うんですよね。だからもうちょっと色気出してあげたいですね。こんにちは、浜崎彩香です。対戦していただくミユ選手は本当に昔から大好きな選手で、最高の舞台で、最高の相手と最高の作品を作れるように頑張ります。久しぶりに楽しみっていうか、ミユさん絶対強いんで。浜崎選手とできるってことがすごく一つの目標だったから、やっとここまで来たんだっていう。判定に入ります。なんと新チャンピオン誕生。行こうと思ったんですよ、本当に追っかけて。で、いや逃げんなよ、再戦しようよっつって、自分が勝って違う団体行った。そしたらその負けたやつが追っかけてくるってめっちゃ怖くないですか。その恐怖を味わわせてやろうと思って行こうと思ったんですけど、やっぱ日本のみんなに見てもらいたいっていう思いがやっぱ勝ったっていうか。今までこう知名度なんて関係ないじゃんみたいな思ってたんですけど、いっぱい応援してくれる人いるんで、ここで試合したいなって思ったんですね。雷神女子やってくれるようになってから ACC もすごい増えて、小6とか中学生とかすごい増えてます。こんなに練習場所変えない人も多分いないんじゃないかぐらい、10年以上もう練習環境は同じですね。勝手に私は好きで試合も大好きですけど、プライベートがね謎すぎてみたいななんかね、いや雷神スタッフに一回聞いたことがあって、ファイターの中で一番変わってる人って誰なんですかって言ったら、ダントツで元谷さんって言われて、そう自覚はないってことですよね。思うんですけどはい。
に捉えた。ギロチンチョーク決まった。いやすごいなと思って、本当に技もいっぱい知ってるし印象に残ってるのはやっぱあれですよ、下からのこういうやつね、はいはい洗濯バサミみたいな、はい行ってみようかなってやったら決まったみたいなああ、この淡々とした感じがいいですよねここまで行ったらね。そうです。できるだけ深く挟んで、で足の裏で組んだらもう。おお、簡単。やろう。練習で試してみます今日から。単純にもう楽しみですね、うん、強い選手同士の戦い、確かに、はい楽しみだもん、はいこれ仲いいもんね。そうですね、グアムで初めて練習させていただいて、なんか全部強いですよ。あとフィジカルがフィジカルやばいよねフィジカルがやっぱり練習で手合わせした時もわ強いなって、同じ階級とは思えないぐらいの力だったんで、そこは脅威というか。子供たち保育園送っていく前とかにトレーニングして送ってってとか、なんかすごいハードにしてる選手だなっていう。日本に着いて PCR 受けて、陰性でも14日間2週間自宅ホテルなどで隔離という条件なので、はい、実家に来て隔離中です。グアムは日本より厳しくてロックダウン中で人が何人以上集まっちゃいけないとか、子どもたちの学校もまだオンラインですし、やっぱ試合がなかったから相手の選手のことを考えずに自分が足りない部分っていうか、その自分のやりたいことだったりとか必要なことをいっぱいこう練習できたからすごい良かったです。本当に初めて連敗が続いてっていう。キッドがミユのやっぱフィジカル、戦うその本能とかその力とかスピードとかに勝てるやつは本当にいないから信じてってよく言われてて、そういう状況だった中で勝ち始めて。階段をやっとこう登れるようになって、ここまで来たかなっていう。やっぱり全てのことに、意味があるので、多分意味があってのこと。もういい加減ちゃんと決めるとこを決めないといけないんだよっていうことなのかなっていう。アトム級世界一は雷神にいるぞっていうところを見てもらいたいです。そこに関しても義務だと思ってるし、責任もあるなとは思ってます。ベルト取りに行きますお久しぶりです。佐々木うるかです。1年3ヶ月ぶりに帰ってきました。2連敗してキャリアで一番大きい怪我してああいう離脱の仕方してっていうのは本当初だったんで、思うところはやっぱいろいろありましたね。はい、自分が出れなかった時でもライジンはやっぱどんどん先に進んでいくんで、取り残されてる感はあったっすね。初め打撃もできないし寝技もできないし、
ぱ体作るしかないですよね俺体すげえ強くなったなって感じるんで。ゴミ高則がめちゃくちゃ好きで、あれはだって誰見てももう上がっちゃいますよね。ゴミさんにセコンドついてくださいって言ったらいいよあれ以上スピード回しますよね。絶対シャドウって分かる。朝倉選手が早く倒したんで、僕はそれより早く倒しに行きます。おっす。僕は MMA をそんなに競技として見てなくて、戦いと思って戦ってたんですけど、判定になったところで有利な戦いも勉強しなくちゃ、今から戦うレベルになってくると厳しい戦いになると思って、いい経験になったんじゃないかなと思いますね。もちろんグラウンドは行かせないつもりです。本能で戦えば僕の方が強いと思います。ストライカーの僕と受けるのは多分少し怖かったと思うんですけど、いや怖さあるんですけどね、やっぱねしょうがないですよねそりゃ眠れなくなること結構あるんですよ。壊れた感覚ですか、顎がガーゴンいった感覚はやっぱまだ覚えてるんで、そこは嘘つけないですよねはい、試合の時にビビったら多分その先ずっと後悔すると思うんで、いや俺ダセえなってずっと後悔すると思うんですよ。だからもう腹決めてやろうと思ってます。デビューしたの10代なんで大人にはなりました。純情可憐って10代ならわかるんですけど、23歳になっちゃったんですよ。ちょっと今回から違うのにしてもらってもいいですか。5年目になりました。あっという間に。泣きキャラは卒業して泣かしてありますよ入場の前のバックステージにいる時に多分あくびしてたんです。これが試合前に挑む態度なのかと思って、ちょっとプチンときましたね。煽り V でもうプチンからもうプチンに変わりました。そういう試合できたら、じゃあ純情可憐じゃなくなるってことですよね。頑張ります。ド M です。M ですよ。S の人が好きです。練習と試合で違うねってすごい言われますね。試合の時は S でいけるように、頑張ってます。でも基本は M です。その次、朝倉環奈選手と戦えたらいいなと思います。早く止めてくれないかなと思って。泣きやすいタイプかもしれない。なんか最近 YouTube 見てて泣きました。もしも誰かをいじめてたら周りは助けるのかみたいな。でみんな助けててすごい感動して泣きました。はい。みゆさんとやっぱ被りますね。もともとレスリングやってて、自分よりレスリングは経験があって、だけど自分の方が総合格闘技はやってて、
次に行くにはやっぱり圧勝しなきゃいけない相手ではあるかなと思う。バチバチなやっぱ試合がしたいですね。もうテイクダウン取って思いっきりぶん殴るとか。勝つポイントは気持ちで負けない。ちょっと MMA の厳しさを教えてあげようと思ってるんで、マウント取って肘でボッコボコにしてやろうと思います。パンチ追撃していきます。相手の顔面出血遠慮させて、ここで止めました。見たかこれ。喧嘩自慢ですね。マジでこうストライカーとしてすごく技術なる。いや喧嘩自慢です、喧嘩自慢。ふざけんなよ、お前がボコボコにされただけの試合だからな、お前勘違いすんなよお前。喧嘩自慢だかなんだか知らないけどね、やってきた歴史が違うんで、それがキックだろうが MMA だろうが僕は変わんないんで。ハイキックも決まった。ダウン、3つ目のダウン、見事 KO。中学卒業したその次の年はもうプロやってますからね。格闘エリートっすよ。彼がK1 で残してきた、そういう実績とかは、素直にすごいなと思うんですけど、向こうはK1 でやってきた常識は、これからは全く通用しないし、ちょっと MMA の恐怖を思い知ってもらおうかなと思ってますよね。まさに背中にある日本のキックボクシングの打撃とその MMA の打撃っていうのは全く違うんで、それ弱いやつみんな言うんですよ。強いやつはどんなルールでやっても強いんですよ。私自身はどちらかというとその組み技からその総合格闘技の世界に入った人間なので、そういった人間から見るとその彼の打撃であったり、立ってる時の足の運びであったりは何かやっぱ天才なんじゃないかと思わせるような、やっぱ素晴らしいものはあるんですね。僕すぐ強くなっちゃったっすよ。ずっと自分は天才だなっていつも思ってて、総合もしやるんだったらこういう当て方をしたいとか、こういう避け方とこのコンビネーションなら絶対入ると思うっていうのは K1 の時からずっと考えてたんですよ。少なくてもこの間の斉藤選手と朝倉選手のタイトルマッチみたいなあんまああいうつまんない試合はしたくないですね。朝倉未来負けちゃったんで、でもただの YouTuber じゃないですか。朝倉未来はもう死んだでしょっていう。俺からしたら国内フェーザーこのレベルかっていう、全然怖くないですね。早く俺はアメリカ行きたいです。全員倒して。いろんなことに対して、ちょっと勘違いしてるかなと思ってるんで、公開処刑にしてやろうと思ってますよ。平本選手が、薄いグローブで、俺と打ち合えるのかっていうのが楽しみですよね。バカっすね。僕の打撃だったら分かるっすよ。タコ勝負しない方がいいなって。そこ分からせるっすよ。僕もそういう MMA ならではの、その肘だったり、肘を落としていく萩原翔平、ようじゃない。ちょっと相手の心を折りに行くような攻撃いっぱい用意してるんで。キックボクサーとか関係なく平本蓮っていう人間がどんだけ強いかっていうのを見せれると思うんですよ、総合格闘技で。このリングの上で、どっちが本物かちょっと決着つけようと思ってますね。俺なら総合で世界取れるって思うんで、今回も平本蓮 VS 萩原恭平じゃないんですよ。平本蓮のデビュー戦ですね。そういう試合です。格闘技
大晦日といえば那須川天心ですよ。カウントダウンはもう始まってるんで、もうちょっとしか多分見えないと思うので、蹴りが使える那須川天心。はい、ありがとうございます。昔はね、火の玉ボーイやったかもしれないですけど、今は金玉おじさんと思って、そのエネルギーを試合に出そう大晦日判定ダメだよ、 KO じゃなきゃって金玉おじさんが言ってたんで、それは見習おうと思いますけど、俺に火をつけたいんだろうけど、相手をよく見た方がいいね。爆動